オニくんの日本語ラジオ。皆さんこんにちは、オニです。皆さんお元気にお過ごしでしょうか？日本はね、今夏がどんどん本格化してきて、毎日暑い日々が続いていますが、皆さんの国はどうですかね？日本の夏は前も言った通り、暑いだけじゃなくて湿気もすごいんですよ。だからね、正直僕夏は大嫌いなんですけれども、今日は、涼しい室内での録音ということで、元気いっぱいにやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい。では早速テーマに入っていきますが、今日のテーマは、かき氷についてです。今ね、さっきも言った通り、どんどん暑くなってきているので、かき氷っていうのが徐々に食べられ始めてきています。なのでね、今日はかき氷について話すことにしました。はい。ではまずね、かき氷って何？かき氷を知らないっていう方のために、簡単にかき氷の説明をすると、かき氷っていうのは、大きい氷を削って、それを皿に盛って、で、その上にシロップをかけてできるものがかき氷ですね。氷菓子っていう風に呼ばれているんですけれども、氷を使ったデザートのことです。はい。かき氷ね、もう今となっては日本中の人が知っているような食べ物ですが、いつからあるかと思いますか？実はね、約1000年前からあるって言われているんですよ。1000年前っていうと平安時代なんですけれども、この平安時代に書かれた随筆、エッセイ集みたいなものですね。枕草子っていう随筆があるんですけれども、その随筆の中にこのかき氷のことが書かれていたということで、かき氷は約1000年前からあるんだというふうにされています。で、当時はね、かき氷、とても貴重で高級なものだったんですよ。なぜかというと、当時はね、もちろん氷を作る技術、冷凍庫のようなものはなかったので、自然にできる氷だけを使ってかき氷は作られていました。自然にできる氷の数なんてね、限られているので、氷自体がない、あまり大量に生産できないっていうところで、かき氷を作られる数も限られていたんですね。はい。なので、貴重な食べ物として、扱われていたと。で、もう一つの理由が、当時はね、もちろん氷を削る機械なんていうのもないわけですね。今ではもう簡単に氷を削ることができる機械っていうのがあるんですけど、当時はなかったので、何で削ってたかっていうと、包丁で削ってたそうです。今じゃ考えられないですよね。もう氷を包丁で削るのって、どんだけ時間かかるねんっていうね、話ですよね。というふうにね、こういった2つの理由で、かき氷っていうのは、貴族とか、そういった位の高い人しか食べれませんでした。で、明治時代になると、かき氷がやっと一般の人にも食べられるようになってくるんですね。明治時代っていうと、150年前くらいなんですよ。この1000年から150年前の900年間何してたんだって感じなんですけど、その900年はかき氷は進化することなく、貴族とかそういった位の高い人にだけ食べられていましたと。ただその明治時代にですね、何が起きたかっていうと、皆さんもね、予想ついてるかと思うんですけど、冷凍庫が使われ始めました。はい。で、冷凍庫が使われ始めたので、人工で氷が作れるようになったんですね。それまでは、さっきも言った通り天然の氷しか使えなかったので、なかなか氷を入手することができなかったんですけど、この冷凍庫がね、発明されたことで、材料は簡単に作ることができると。で、その冷凍庫ができた後に、かき氷を削る機械っていうのも発明されたんですね。で、そこから一気に一般の人も食べられるようになったと言われています。ね、もう包丁で削ることがなくなったので、手間もなくなりましたからね。はい。で、今ではね、もう日本人みんなが知っているようなかき氷ですが、ここからはね、かき氷の種類についていくつか紹介をしていきます。まず一般的なかき氷はですね、シロップで味が決まるんですけれども、
一般的なシロップの種類が、いちご、メロン、レモン、ブルーハワイっていうね、ブルーハワイって何って感じですよね。ブルーハワイっていうのは、青いシロップなんですけれども、ソーダ味、ちょっと爽やかな、味が楽しめるシロップですね。で、あとはコーラ味だったり、マンゴーとかっていうのもありますね。うん。で、そのシロップがそういった種類で、シロップをかけた後に、こういった練乳っていうね、コンデンスミルクっていうんですかね。コンデンスミルクをかき氷の上にかけて食べるっていう食べ方もあって、それはすごく美味しいですね。すごく甘くなって。うん。ちょっと、かき氷のそのシロップの味だけじゃなくて、その練乳のアクセントっていうのを楽しめるので、結構かける人は多いですね。うん。で、あとは、抹茶の味の氷を削って、その抹茶かき氷みたいなっていうのもあります。で、その抹茶の、氷の上に小豆を乗せて食べるっていうのもありますね。うん。ざっと思いつくのは、それくらいで、うん。というのが、かき氷、一般的なかき氷の味、シロップの味ですね。で、ここからが、氷についてなんですけれども、氷はですね、大きく2種類に分かれるんですね。まず1つ目が、大きく粗めに削る方法です。これはね、昔ながらのかき氷で、よくお祭りとか、そういったところで、見るタイプのかき氷ですね。呼び方としては、ガリガリタイプのかき氷、オノマトペですね。ガリガリって削るので、ガリガリタイプのかき氷といえば伝わると思います。はい。で、もう一つが、この氷を薄くスライスして削る方法があります。これはね、割と最近、5、6年前くらいから出てきたものだと思っています。僕の認識ではだいたい5、6年前ぐらいからですかね。それぐらいから出てきたかき氷ですが、最近はね、もうお店とかで見るかき氷はこのタイプが多いですね。すごく流行ってます。で、こっちのタイプの呼び方は、ふわふわタイプのかき氷って言ったらね、伝わると思います。正式名称はないんですよ。ふわふわタイプのかき氷とガリガリタイプのかき氷の2つですね。で、僕はどっちのかき氷が好きかっていうと、断然ふわふわタイプのかき氷が好きです。このふわふわのタイプはね、もう口の中に入れた瞬間にもう氷溶けるんですね。で、その氷が溶けた後にシロップの甘い味が口の中に広がってもうすごく美味しいです。なので、もう僕は断然ふわふわ派ですね。ガリガリの方はですね、美味しいんですけど、食べ応えもあるし美味しいんですけど、僕は圧倒的にふわふわの方ですね。もし両方と食べたことがある人はどちら派か教えてもらえたらと思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあ最後にかき氷ってどこで食べられるのっていう話について説明します。最初に結論から言うと3通りあります。まず1つ目はですね、もちろんのことお店でかき氷を食べる。で、2つ目はスーパーやコンビニで買う。で、3つ目は自家製かき氷ですね。ホームメイドかき氷です。はい。まずはね、お店についてですが、最近のかき氷はね、進化が止まりません。お店をね、検索するときは、インスタグラムとかで調べられるんですけれども、皆さんもね、ぜひ、ハッシュタグかき氷でね、調べてみてほしいです。もうこれね、これかき氷っていうようなものばっかり出てくるんですよ。皆さんがイメージしてるかき氷って、この今画面見てくれてる人はわかると思うんですけど、こういったもうシンプルな氷の上にシロップがかかったものっていうイメージだと思うんですけど、これね、インスタグラムで調べると、あれかき氷どこにあるのみたいな。かき氷どこ行ったみたいな。っていうね、ことになると思います。例えばね、この削った氷の上に、モンブランのクリームがかけられているものだったり、
これ誕生日ケーキじゃないみたいな形のかき氷もあったりね、もうほんといろいろありますのでね、ぜひ皆さんもね、インスタグラムで、ハッシュタグかき氷でね、調べてみてください。本当にいろいろあるんで。でね、これ、すごかったのが、この前ね、京都で遊んでたんですよ。夜ご飯を食べたんですけど、その夜ご飯を食べた後に、ちょっと街をブラブラしている時に、ふと目についたそのレストランのメニューを見たんですね。そしたら、かき氷の上に何が乗ってたと思いますか？たこ焼きとエビフライ乗ってたんですよ。これはもうやりすぎじゃないってね、思いましたけどね。もうこれ進化じゃなくて退化してないみたいな。まあその時はお腹がいっぱいだったので、食べなかったんですけど、また次見つけた時はね、ちょっと食べてみようかなって思ってます。で、もし食べたら皆さんにもね、味の感想をお伝えするので楽しみにしててください。はい。ちょっと話がそれましたが、お店のかき氷はね、進化しているので、結構ね、値段が高くなっちゃうんですね。だいたい1000円は超えることが多いかな。1000円前後ですね。それだけ美味しいのは間違いないんですけれども、ちょっと高いなとか、氷に1000円かとかね、思う方はね、他の食べるとこもあります。はい。それが2つ目のスーパーやコンビニですね。スーパーではね、昔ながらの、ガリガリタイプのかき氷が食べれます。味はですね、いちご、メロン、ブルーハワイと、あとは抹茶のかき氷っていうのがよく見ますね。これだとね、値段も100円前後なので、とても安いんですよ。100円前後で買えることがほとんどなので、ちょっと軽く試してみたいなって思う人は、ぜひね、こちらで食べてみてください。100円とはいえ、結構美味しいので、味も心配いりませんね。最後3つ目は、自家製のかき氷です。これは一人でやるとちょっと寂しいんですけれども、みんなでやるとね、楽しいですし、それを割り勘すると、安く済ませることもできます。このかき氷の機械が、だいたい2000円くらいですかね。安いやつだと1000円ぐらいで買えるものもあります。で、みんなで割り勘すれば本当に安く済むかなっていうところですね。で、このみんなでね、一生懸命ガリ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 ってね、氷を削ったりするこの作業、この体験っていうのも楽しいいい思い出になるかと思いますのでね。もし機会があれば皆さんもぜひやってみてください。はい。ということでね、今回はかき氷についてお話をしました。これからも引き続きリスニング練習用にこのラジオをやっていきたいと思っているので、何かリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。